皆さんこんにちは。九州工業大学で教授をしております柴田智博です。今日は北九州学術研究都市内にありますスマートライフケア競争工房を紹介させていただきます。スマートライフケア競争工房は北九州市と連携して運営をしていて、具体的にはこの情報技術高度化センターというところの2階や1階にあります。これからご案内をさせていただきます。超高齢社会の我が国、また政令指定都市で高齢化率ナンバーワンの北九州市では、新しい介護技術、それから新しい介護ロボットの介護施設などへの導入が喫緊の課題です。しかしなかなかそれを進めていくということは非常に難しい。なぜならばコスト、パフォーマンス、それから安全というですね、これらの問題を全て同時に解いていかなくてはいけないからです。こういうイノベーションのジレンマ、これを解くためにここが整備されました。スマートライフケア競争工房は2つのゾーンに分かれています。機器や研究の体験や計測・評価ができる計測・評価ゾーンと、各種デジタル機器や工具を揃えプロトタイプの開発が容易にできるプロトタイプ開発ゾーンです。必要なものを作る、それから必要なものを持ち込んでもらうということも行いますけれども、そしてそれを評価する、このループをですね、どんどん回していって製品の最適化というものを行って、新しいですね介護イノベーションの時代を作ろうという努力をしております。それではまず最初に計測・評価ゾーンを見ていきましょう。こちらが計測評価ゾーンになります。まず入ってみてお気づきになるかと思いますが、このようにですね、実際の、施設を模擬する装置、例えばこれだったら階段で、これだったら浴槽で、これだったらトイレでと、そういったものを模擬する装置ですね。それからここにありますような非常に購入可能な、これ歩行器ですけれども、さまざまなタイプの歩行器ですね。こういう歩行器もあります。はい。それから実際にリハビリで使われる時のような平行棒ですね、これを使って足の悪い方がリハビリなんかします。こういったものが置いてあります。このような装置があってさまざまなシチュエーションで介護の機器やロボットの評価を行いたいといった時にすぐお引き受けできるような体制を整えています。では次にですね、今度は人間の動き、それからロボットの動きを計測して評価するためのゾーンに入っていきましょう。こちらがそのゾーンになります。一見して見ていただくと、この赤いランプのですねカメラがざっとあるということがお分かりになると思いますけれども、これは光学マーカーを用いたですね高精度なモーションキャプチャーをするための装置です。ここにありますように彼がねもうすでにスーツを着てくれてますけれども、光学式のこのマーカーがねいろいろあります。この反射をカメラで受けて非常に高精度なカメラの配置によってはねミリを切るような精度でモーションを取ることができる体制を整えています。ただしですね、こういうマーカー式のものですと、例えばちょっとハグとかして、はい、こういう今異常解除のね模擬をしてますけれども、こうした時にお腹側のマーカーが例えば全部隠れてますよね。やはり介護というようなドメインでは実はこの光学式マーカーだとなかなかモーションの記録が難しいという時があります。そのためにですね、スマートライフ系競争工房ではこちらのウェアラブルタイプの感性センサーを用いたですねウェアブルモーションキャプチャー装置も用意しています。ご覧のようなウェアラブルモーションキャプチャ装置の使用により、光学式マーカーが隠れやすい異常介護時でも正確に計測することができます。2つのモーションキャプチャ装置を適宜使い分けることで、さまざまなシーンでのモーションを計測することが可能になります。でさらにですね、他に必要な情報として床からの反力っていう情報も必要ですけれども、彼はですね今この靴の中に床から来るですね足の圧力分布ですね、これを取る装置というものをつけています。でさらにですね、ここにあります各筋肉がどのように力を出しているのかということを計測するですねワイヤレスの表面筋電位計測装置、これも持っています。こういったものを使って人間のですね動作の安全性ということまで評価できるような体制、これを準備しています。で人間と人間の相互作用、
それから人間とロボットの相互作用、こういったものもここで記録して後ほど解析に回すということができるわけです。人の運動を解析するのに、床からのですね反力というものを調べることも重要なんですね。先ほどの靴の中に入っているものはですね圧力分布を見るのにはとてもいいんですけれども、実際のですねバイオメカニカルな解析をする時の床反力というものをですね計測するためにはこちらにありますフォースプレートというものを一般に使います。で、当工房スマートライフケア競争工房でもこのように2つですねフォースプレートを用意しております。乗ってみて動いてみてください。フォースプレートは床反力と呼ばれる体と床の間の総合作用によって発生する力を計測する装置です。スマートライフケア競争工房ではこのようにさまざまな運動を計測する装置を取り揃えています。では次にプロトタイプ開発ゾーンを見ていきましょう。このサービスを受ける高齢者や障害者、そういった方々がそれぞれ独自のニーズがあるんですね。非常に大量生産品を何かあてがうということが難しいということが非常に多発します。そういったジレンマを解くために必要なものをその人に合った必要なものをすぐ作ってみる、そういったことを目標にですね整備したのがこちらにありますプロトタイピングゾーンになります。各種デジタル機器や工具を揃えプロトタイプ開発の作業が容易にできるプロトタイプ開発ゾーン。2階のこの部屋の他に1階にも大型機器を設置した部屋があります。プロトタイピングゾーンにはさまざまな3D プリンター、レーザーカッター、それからこちらにありますようないわゆるファブと言われるような装備、こういうものをね準備していて、必要だと思ったものをすぐに作れるような環境を整えております。この部屋ではフラッシュフォージガイダー2という 3D プリンターを使用し、さまざまなマテリアルを使って印刷ができます。こちらのポリカーボネートという素材はかなり硬いもので手で力を入れても全く折れないです。しかし TPU や eFlex などになるとこのように手で曲げることができ、 eFlex はより簡単に曲げることができます。このような素材を使って空気アクチュエーターなどを使ったロボットを作成することができるのが特徴になっています。こちらスマートライフケア競争工房のプロトタイピングゾーンの他の特徴としては、これからこちらでご紹介しますアクチュエーター、それからセンサー、そういうものも準備していて、実際に人を助ける支援する装置、こういったものを急いで作れるという体制になっていることです。This is a hard actuator. The name is Heavy Modules, and we attach in this configuration a soft actuator that we use to print Stratasys and FlashForge, and we have some soft materials here to attach it. So basically, we can catch some figures, and we can recognize the shape of the objects thanks to the sensor that we have here. ここにありますものはロボットになりますけれども、それ以外にもね、このモジュールを自在に組み合わせて、いろいろな支援装置を作ることができます。例えば、よくあるですね外骨格エグゾスケルトン型ロボットといいまして、足にこうねロボットこの一部をつけて歩くものを直接このロボットで助ける。例えばそういったものも実はね1日あったらプロトタイプはできちゃうんですね。そういう思ったことをすぐ作るプロトタイピング、そのためのハードウェアの紹介でした。プロトタイプ開発ゾーンにはソフトなセンサーも用意されています。このようにこういう感圧のシートですね、こういったものをちょっと切ってですね後で電気工作をするとセンサーになったりする、そういった準備もしております。はい、こちらで今ですねその一例をお見せしております。ちょっと見た目が汚いですけれども、この十字型になったところに実はこのセンサーと、ちょっとした回路が入っているわけですね。そして今彼がこのようにいろんなところをタッチしていますが、そのタッチしている様子がここに表示をされています。
でこれは先ほどのロボットのね手につけるのにちょうどいい形になっていますけれども、それ以外にこのように手袋にまたセンサーをつける、ちょっとこれ違うタイプのセンサーですけど、これも非常に今ご紹介しているのはね低コストなんですね。そうしてこのロボットを動かすということを進めているところですね。こういう義手に相当するねこういったロボットを動かすことができるということも進めています。先ほど赤いロボットモジュールを見ていただきました。あれはですね高くて硬くてそして制御はしやすいんだけど、重かったり高かったりっていう問題があるんですね。でその反対に、より普及型のロボットを考えるためにで制御はちょっとしにくいんだけど、軽くて安い、そういったものもね、一つとして人工筋をスマートライフケア競争工房では準備しています。でこのように空気が入っていない状態だと、非常に柔らかいんですけど、じゃあ今空気を入れてもらいます。で空気を入れてもらうと、このようにですねこう弾くと戻る、分かりますかね。こういった筋肉を模したですね技術というものがロボット界にあるんですね。でこちらではこういうものも用意しております。この装置はパーキンソン病患者のすくみ足を予防することを目的に開発した歩行アシスト装置です。こちらに線が出てますけれども、実はこちらの靴の中に力センサーが入っていて、で足を踏むと、そのリズムに合わせて今度はこっちが反対側の足がね収縮するの筋肉が収縮する、そういったものになっています。で実はこういう装置を非常に単純な装置ですけど、これをつけるだけでパーキンソン病患者さんの足の運びが非常にですね良くなるということを我々確認していて、もう論文出版もしているんですね。スマートライフケア競争工房にはもう一部屋大型機器を設置している部屋があります。ここがですねプロトタイピングゾーンのもう一つの部屋になるんですね。大型の 3D プリンターと大型のレーザーカッターがある部屋です。では見てください。大型 3D プリンターストラタシスオブジェット500は色、柔らかさ、透明度の異なる樹脂を一度に用いた精度の良いプロトタイプの開発が可能です。このクラスのですね、最大級のものでして、この中を見ていただきますと、このように大きなね台があるんですよね。で何が印刷できるかって言いますと、先ほど見ていただいた小型の 3D プリンターですね、あれよりもっと大きいもの、それからもっと精度が高いもの、そういったものを印刷することができるんですね。しかもですね複数の樹脂、異なるタイプの樹脂を同時にこの機械にセットすることができるので、それで複雑なものをですね印刷することができます。じゃあまずその例から見てみましょうか。これがですね実は透明度と硬さを変えながら印刷したものなんですね。そういう2つの異なる性質を持ったもの、この辺がこれ最後硬いですけどね、こういったものを1回で印刷することができるというのがこの 3D プリンターの特徴になります。面白いところで言うとですね、こういうツールもですねちゃんと動きますけれども、これも実は1回で印刷しているということになりますね。それから表面処理がですね非常に綺麗な精度のいいですね、こういったものも先ほどのホビー用のね機械では印刷できないんですけれども、この機械だったら印刷できるわけですね。そしてここに最大級のものは置いていませんけれども、この大きな手ですね、こういったものもここで印刷できるわけです。ちなみにこれは柔らかい樹脂で行っておりますので、こうやって動かすことができる。この手は何で作ったんだっていうことなんですけれども、実はこれにアシスト装置をつけて、とりあえず人間の手につける前にこいつを動かそうということで学生が作ったようです。それから色もねこう変えながらマルチカラーで変えながら印刷することができますね。もちろん色や複雑な形だけでなく、小さな部品なども高い精度で印刷することができます。続いて大型のレーザーカッターを紹介したいと思います。はい、こちらがそれですね。ご覧の通り非常に大きい面積のですねものをカッティングすることができるんですね。このレーザーカッターを使ってこういう合板ですね、それとかこういうアクリルのプレートですね、こういうアクリルのプレート1センチぐらいまでなんとか切れます。それから今日は用意してませんけれども、革なんかも
切れることになっているので、実は洋服のね、その障害者になって洋服をカッティングするなんていうこともできるんじゃないかなというふうに思っています。レーザー加工機エピログレーザーフュージョン M2 は 1016mm×711mm という大きなワークエリア、50W と余裕のあるレーザー容量を持ち、検証機器を設置するボードやケース、アタッチメントなどを短期間かつ容易に作成することが可能です。ご覧のようなアクリル板も短時間で高精度な加工ができます。それでは最後に改めてスマートライフケア競争工房のコンセプトをご紹介しましょう。スマートライフケア競争工房において解きたい問題は、この介護イノベーションにおけるジレンマなんですね。それは、ロボットのですね、コスト、リスク、メリット、こういったもののバランスを絶妙に取らないと先進的な介護機器のイノベーションが起きないという問題があるんですね。さらに問題を複雑にしているのが、一人一人の欲しいものが違う、必要なものが違うのでマーケットが細分化されてしまう。すなわち多品種少量のアプローチをしないといけないんですね。それと、もう一つ付け加えますけれども、大学の先生がですね、いくら頑張ってもなかなかいいですよって言ってもそれは現場に降りていかないんですね。だから一緒になって本当は現場の方々と、必要なものを作って試していくっていう、こういうムーブメントが必要です。そういったものを行うためにもですね、この工房、スマートライフケア競争工房がとても大事だというふうに考えています。でそういう考えをですね、ずっと推し進めていたんですけれども、ちょうどですね、それは国も同じような思いをずっと長年持っておりまして、地道にいろんな政策を打ってきて、くれていました。令和2年度からですね、介護ロボットの開発実証普及のプラットフォーム事業というものが、始まりました。相談窓口が地域にあって、でリビングラボというですね、スマートライフケア競争工房もその一員なんですけれども、現在のところ全国に6拠点リビングラボがあります。で実証フィールド、これはですね、介護施設がありますよね。そしてそれぞれのリビングラボの特徴を生かしながらですね、いろんな地域から相談を受け付けて、でこのリビングラボでできることをする。例えば開発の支援であったり、実証の支援であったり、普及の支援であったり、そういうことをするんですね。そして大規模な実証実験にこのように結びつけると。でこういうことをですね、ここにこのくるくるがありますよね。でここの概念が本当に一緒で、一発でいいものはなかなかできないだろうということで、フィールドまで含めてこういったサイクルを回していくということが重要であろうというふうに考えたんですね。で個人的な意見としては、介護ロボットのそのマーケットがまだよく見えていないわけです。だからマーケットが見えるまではみんな競争しないで、みんなで失敗でも成功事例も共有してですね、もう早く一日でも早くですね、マーケットを成立させていこうじゃないかというような思いで私自身はおります。でスマートライフケア競争工房はリビングラボということで、先ほどのですね、この介護 pf.com と、ここを見に行っていただくと、地域相談窓口も、それからリビングラボ拠点も載っております。で九州工業大学のスマートライフケア競争工房というのもこういうふうに載っておりまして、簡単にまとめますと、我々ができる可能な支援内容といたしましては、複数の大学院教員や北九州市と連携した幅広い支援を行うことができる。私がロボティクスや脳科学の専門家ですけれども、その他福祉工学や AI などの専門、私も AI も専門ですけれどもね、そういう教員がたくさん揃っておりまして、場合ケースでそういう相談に乗って、ご依頼者のですね相談に乗らせていただくことができます。それから倫理委員会に対する倫理申請ですね、これ実は短期的に行うのはなかなか難しいですが、いわゆる科学的な実証実験というものを行うためには倫理申請というのが事前に必要になります。で結構そこがハードルが高いんですが、我々は九州工業大学も北九州市もですね、そういったことに慣れているということですね。そういった意味で申請の支援を行うことができます。それから今日ですね、たくさんデモンストレーションを見ていただいたように、機器を用いた計測解析、それからプロトタイピング、そういったものができますので、小規模のものは我々が直接ご協力できますし、大規模なものになった時には、こうやったらいいですよという支援をするので、依頼をしてきていただいた会社さんの方でできる限りそこはどんどん先に進めていただくという立て付けになっています。
大規模なデータが揃った場合はですね、データとその科学的な分析方法に関する助言ということもできますね。それからここがちょっとまたユニークで、今日は説明する時間がありませんでしたけれども、スマートフォンを用いた行動認識アプリの紹介。スマホ持ってるだけであなた今何してますよねと言ってくれるようなね、行動認識アプリを仲間が同僚がですね、作ってくれていますので、そういったものを紹介できる。それから先ほどの画面でですね、ここですね、現場と一緒になって我々開発しなくちゃいけないから、現場にもですね我々のことを技術を理解して使ってくれる人が欲しいわけですね。全てを我々が持ち出しでやるっていうのが事実上難しいわけです。そういったことのためにですね、介護 IT インストラクター制度というのを用意していて、IT の非常に簡単なところ、基礎のところからね、いろいろとリテラシーに関することとか技術に関することっていうのを、教えてあげることができて、そしてこれ頑張った人はインストラクターって名乗ることができるので、それをですねまた自分への報酬、もしくは施設への報酬として利用していただくこともできるんじゃないかと思っております。皆さん、ここまで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。スマートライフケア競争工房はこれからも皆さんと共に新しいライフケアイノベーション社会を作ってまいります。見学希望は随時対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。また、介護機器や介護ロボットを開発されている企業の方、厚労省のプラットフォーム事業は今後も続く予定ですので、どうぞ我々を活用していただければと思います。今日はどうもありがとうございました。